この動画はディジキーの提供でお送りします。コイルに電流を流すとコイルから音が聞こえる。いわゆるコイル鳴きと呼ばれる現象は皆さんご存知かと思います。似たような電子部品にキャパシターがあります。キャパシターに電圧を加えたら音が鳴るのか、実際に確かめてみます。キャパシターを基板にハンダ付けしました。ちょっと補足ですけど、コイル鳴きする場合は交流の電流を流すと、コイル鳴きしてコイルから音が出てきます。今回はセラミックキャパシターに交流の電圧を加えてみます。この信号発生器をつなぎましたが、それで実際に電圧を加えてみます。いきます。お、聞こえていますね。周波数が今 2kHz とか 4kHz くらいに設定しているんですけども、そのくらいになるとですね、かなり音が聞こえてきますね。ちょっとマイクの位置を変えてみて、皆さんもどんな音が聞こえるのかをぜひ聞いてみてください。セラミックキャパシターに交流電圧を加えると音が鳴りました。これは圧電効果によるものです。圧電効果、ピエゾ効果とも言いますが、セラミックや水晶に圧力を加えると電圧が出てくる現象です。先ほど使ったセラミックキャパシターですが、これもセラミックでできています。1880年にピエール・キュリーとジャック・キュリーが発見したと言われています。圧電効果についての詳しい説明はこの動画ではしませんが、ここにあるセラミックに何か外から強い圧力を加えた時に、結晶内部のイオンの位置が少しずれます。こういう風にずれるんですね。そうしますと、このセラミックを外から見た時に、何かこの部分に電圧が出ているように見えます。これは電気的に分極していると言いますけども、外から圧力を加えることによって電圧が出ます。で、先ほどのセラミックキャパシターの場合は圧力を加えたのではなくて、外から電圧を加えました。電圧を加えるとこのセラミックが変形します。それを逆圧電効果と言います。ですから逆圧電効果によってこのセラミックキャパシターのところから音が出ていたわけです。このキャパシターから音が鳴っていた理由なんですけども、実はキャパシターから音はほとんど出ていません。キャパシターに電圧を加えたことでキャパシターは変形します。このセラミックキャパシターは基板にハンダ付けされていますが、ハンダ付けされていた基板も一緒に変形します。ですのでセラミックキャパシターの変形がこの基板にも伝わるわけですね。キャパシターに電圧を加えて伸び縮みすると、この基板も一緒に変形します。基板が振動板の役割をして音を増幅するわけです。それによって音が聞こえていました。簡単に説明すると、これがセラミックキャパシター、そしてこれが基板です。セラミックキャパシターと基板はハンダ付けされています。セラミックキャパシターに電圧を加えてみる、もしくは基板上から何か線が来ていて、こういうふうにつながっているわけですけども、交流の電圧を加えるとセラミックキャパシターが伸び縮みします。そうしますとハンダ付けされていますので、機械的には接続されているわけです。そうしますとこの基板も一緒に何か振動してジタバタするわけですね。こちらの基板も振動します。そうしますとこれが振動板の役割をして、外に音が何か聞こえてくるわけですね。圧電効果の応用例として、例えばライターがあります。ライターとかチャッカマンを分解すると、中に圧電素子と呼ばれる何か叩くと電圧の出てくるものが入っています。この圧電素子のモジュールがあるんですけども、このモジュールを押すと中に入っている圧電素子が叩かれて火花が出て、そしてガスに着火する、そういう風な仕組みなわけですけども、叩くと火花が出てくるはずなんですけど、火花が散りませんね。壊れてるのかな。火花には絶縁破壊する距離があるんですけど、それを忘れていました。放電するときに近くに物がないと放電します。
放電しません。結構ピリッてきますね。子供の時になんかこういう火花の散るおもちゃみたいのが、あったかと思います。で、先ほどキャパシターを実装した基板をですね、こういう風にぐにゃぐにゃ曲げてみると、圧電効果によって電圧が出てきますね。結構大きめの電圧が出てきて、今1マスが 20mV ですので、振幅が 20mV くらいの電圧が出てきます。なんか思ったよりも、振幅がですね大きくて、これは意外と驚きというか面白いですね。オフセット電圧が少し乗っていると Q=CV で、静電容量が変化すると電圧もかなり大きく変化してしまうので、完全に放電した状態で同じことを試してみます。キャパシターと並列に抵抗を接続しました。これで常に電荷が逃げますので、オフセット電圧が乗っている場合の、静電容量の変化による電圧の変化と圧電効果による電圧の変化の切り分けができます。圧電効果による電圧の変化だけが見られます。今の電圧ですがほぼ 0V です。ここで基板を曲げますと、はい、こういう風に変化していますね。しっかりと圧電効果による電圧が出ていますね。電圧が出ますが、その後抵抗で電荷は消費されてしまいます。この曲げを元に戻すと、はい、今度は反対側に電圧が出てきますね。こういう風に。で、0V まで戻って、でまた曲げを戻すとこういう風になります。で、次は反対側に曲げてみます。こんな感じで、今度電圧はマイナスの方に触れましたね。でまた元に戻すとプラスの方に電圧が出てきます。振動が原因で圧電効果による電圧でノイズが乗ることもあるので注意する必要があるそうです。こういう風に振動と圧電効果を使って振動からエネルギーを取り出す、つまり振動から発電する技術なんかもあるわけですが、ご覧の通り取り出せるエネルギーとしてはもうごくごくわずかな量となってしまうので、あまり用途は広くはないです。ちょっとオシロスコープの面白い実験をやってみたいんですけど、今プローブは何もつないでいません。でこの状態でオシロスコープに軽く衝撃を与えてみます。そうするとどうなるか見えますか？電圧が出てきてます。こんな感じで叩くと電圧が出てきます。プローブを何もつないでいないのにこういう風に叩くと電圧が出てくるわけですが、これはどういった原理かというと、このオシロスコープの中に基板が入っているわけですけど、その基板のところにセラミックキャパシターが使われています。このように外部に衝撃を与えるとセラミックキャパシターにも振動が伝わってセラミックキャパシターは変形します。それで圧電効果によって何もプローブをつないでいないのに、電圧が見えてしまう、そういった現象です。今はこのように1回しか衝撃を与えていませんが、例えばこのように2回ですね衝撃を与えると2回分の振動で電圧が出てきます。こんな感じですね。1回、これが1回です。で2回、面白いですね。これは真似しないでほしいんですけども、基本的にどんなオシロスコープでもこういうふうに叩くと何か電圧が出てきます。今話してきたのは圧力を加えると何か電圧が出てくる圧電効果だったんですけども、次はその逆である電圧を加えるとセラミックが変形する、それは例えば超音波式の加湿器なんかが例です。こういうふうに高周波の交流の電圧をですねピエゾ素子に加えるとこういうふうにこのようにものすごい速さで振動して水が霧状になります。こういったのも逆圧電効果の応用例です。キャパシターに交流の電圧を加えると、基板から音が鳴るわけですけども、ほとんどの場合は音を鳴らしたくないわけです。実際どういうふうに対策するかというと、こういったやり方があるようです。特許とかも調べると載っています。基板とセラミックキャパシターがあるんですけど、その反対側の面と同じ位置にセラミックキャパシターを実装します。そうしますと交流電圧がかかったとしても同じように伸び縮みしますので、伸び縮みの力同士で打ち消し合って基板は振動しなくなります。つまり音が聞こえなくなるわけですね。特許とか調べてみるとここら辺結構載ってます。
今日話したのは圧電効果ですけども、圧電効果と似たような現象というのは、探すと意外とあるんですね。例えば光電効果ですね。LED に電流を流すと光りますね。逆に LED に光を当てると LED から起電力が出て電流が流れます。それ以外にも熱電効果ですね。電流を流すと温度差が発生するペルチェ効果。それとは逆に温度差を与えると電流が流れるゼーベック効果も、それも熱電効果のうちの一つです。こういったトピックなんかも今後動画にしていこうかなとは思います。というわけで今日のスポンサーのディジキーの紹介です。一見の動画はディジキー日本公式チャンネルにもアップロードしているわけですが、そちらの動画には特典映像がついています。撮影時の NG 集や、質問コーナーとかがあるんですけども、そういったところで質問に答えたりもしています。そういった特典映像はディジキー日本公式チャンネルでしか見れないので、皆さんぜひチェックしてみてください。ディジキー日本公式チャンネルです。今回のディジキーのチャンネルの方でアップロードする特典映像なんですけども、この着ている T シャツですね、これの応募方法について説明しています。どうやらこの T シャツと同じものがもらえるらしいので、皆さんぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクあります。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。